ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタル、メギツネ、こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ12月と1月はですね、ベビーメタル強化月間ということで、ベビーメタルのですね、歌声分析動画を多めに公開しております。強化月間が始まって今回で第3弾ですね。第1弾のノーレイン、ノーレインボー。第2弾のブランニューデイ。そして今回の第3弾、メギツネ。ということでですね、ものすごく楽しみにして歌声分析をしたわけですけれども、今回はですね、1箇所意外な部分を発見しました。意外な部分っていうか、このテクニック使うんだっていうふうに思っちゃった箇所があってですね、そこにすごくびっくりしましたね。あとはですね、やっぱりね、皆さん可愛いんですよ。もう危うく歌声分析できなくなっちゃうんじゃないかっていう風に焦ってしまった瞬間があったんですけれども、その辺もですね、ぜひね、楽しみにしていただけたらという風に思います。そして私、つるさんはですね、自称日本一細かく丁寧に分析し、歌の練習をするときに役立つ有料級の情報をですね、盛り込んだ内容の動画となっておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの歌声の魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタル、メギツネ、歌声分析、GO!ああ、いいね。相変わらずかっこいいかわいい、かっこいいかわいいみたいな感じでもう目が離せないですよね。いやー、最高すぎますね。冷静に歌声分析ができるかどうか最近ちょっと怪しくなってはきているんですけど、頑張りますよ。で、スーメタルさんの歌声なんですけど、今回も鼻の音色、鼻腔共鳴、こちらが強いですよね。鼻の鼻腔共鳴っていうのは声質のコントロールを主に行うポイントなんですけど、そちらでですね、艶っぽい感じを作り出してるんですよ。ただ、声が美しいだけではなくて、声の土台となる肺の中の響き、胸腔共鳴、こちらの響きもですね、うまく使っているので、美しいながらにかっこいい声の成分っていうのも存在しているんですよね。そして先ほど声の土台っていう風な言い方をしたんですけど、肺の胸腔共鳴の響きをうまく使える人ほど聞いていて安心して歌が聴けるっていう声につながってきます。そしてその後のモアメタルさんとモモメタルさんのコーラスの部分なんですけど、口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つが中心になってます。口の口腔共鳴っていうのは言葉の輪郭をはっきりさせるんですよね。そして日常会話に近いような声の音色が作り出せます。だからコーラス部分にすごくこうなんか愛着が湧いてくるような感情になるのは口の中の口腔共鳴の成分で、可愛いなって思う成分がですね、鼻で作られてるんですよ。そこんとこ意識してもう一回聞いてみてください。最高すぎますね。いや、ほんとベビーメタルの音楽に出会えて僕はね、幸せですよ。めちゃくちゃハッピーな気分です、今。で、歌の声についての話にまた戻るんですけど、かっこいい声、かわいい声、かっこいい声、かわいい声みたいに順番に来るので、声の音色の切り替わりでのスピード感っていうのがものすごくかっこよく聞こえますよね。おそらくこういうところまで意識してるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。このアレンジを考えた方が。なんかそういうところまで考察してしまいます、僕。間違ってたらごめんなさい。じゃあ次行きますよ。すごいね。で、これ、冷静に聞くとなんですけど、
全体的にスーメタルさんもモアメタルさんもモモメタルさんもめちゃくちゃスタッカート意識して歌ってるんですよね。やっぱりこういうテンポの速い曲っていかに歌でグルーヴ感、ノリを作るかっていうところが非常に大切になってくるんですけど、で、そこで大事になってくるのが音の強弱、アクセントって言われる音をいかに作るかなんですよ。で、作る方法としては2パターンあって、子音を強く出して音の強い部分、弱い部分を作り出すか、あるいは音を切って歯切れの良さを表現するか。大きく分けるとこの2パターンなんですけど、ここの部分でですね、ベビーメタルの3人はスタッカートをものすごく強調して歌ってるんですよね。で、スーメタルさんはスタッカートを強調してしっかりと歌の世界観を届けるっていう風な歌い方をするのに対して、バックコーラスであるモアメタルさんとモモメタルさんはですね、スタッカートと子音の強弱両方やってるんですよ。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。かわいい。コン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 はかわいいな。やっぱりね、こう、冷静じゃいられない瞬間が出てきます。ごめんなさい。歌声分析動画なのに、デレデレしてしまって。でも今聞いて多分分かった方は分かったと思うんですけど、スーメタルさんが歌の世界観を、そしてモアメタルさん、モーメタルさんがかっこよさをコーラスでここの部分では表現していますよね。しっかりと声での役割分担が決まっているような感じが僕はすごい徹底してるなっていうふうに思いますね。さすがベビーメタル。次いきますよ。ここいいですよね。いいなぁ。世界中の方から愛される理由がね、わかりますよね。こういうところも。めちゃくちゃ可愛い。歌がすごいだけじゃなく、パフォーマンスがすごいだけじゃないんですよ。やっぱりね、可愛いですよね。こんなにデレデレしながら歌声分析するの初めてかもしれないです。多分今後こういう感じになる可能性が非常に高いんですけど、大丈夫ですか？まあ僕がね、ベビーメタルの魅力にどんどんハマっていってる証拠っていうこともあるんですけど、できるだけこうね、デレデレしてる感じは抑えながらやりたいなというふうには思ってるんですけど、出てしまったらごめんなさい。もう先に謝っておきますね。次行きますよ。超盛り上がってるしね。かっこいい。可愛いのにかっこいいってもう反則ですよね。一度でいいからベビーメタルのライブ行ってみたいですね。次行きますよ。うわ、いい。ものすごく美しい歌い方ですよね。で、ここでスーメタルさんはですね、先ほどまでスタッカートを意識したようなフレージングだったのに対して、ここはですね、全体的に流れるような雰囲気を表現するためだと思うんですけど、レガートって言って一つ一つの音のつながりをこう滑らかにしてるんですよね。その歌い方とメロディーが醸し出してるこの和風な雰囲気がものすごく合ってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。美しい。すごいですよね。普通レガートで歌うとやっぱりリズムのノリ的な部分ってものすごくこう下がっちゃうものなんですけど、その辺はさすがスーメタルさんですよね。子音の発音と音量のですね、強弱でしっかりとノリを作ってるんですよ。この音源からだとラララララっていう風にこう平らに聞こえるんですけど、これは音質処理のコンプレッサーっていう音量をですね、一定にする処理がされてるからこういう風に聞こえるんですけど、実際は多分ラララーみたいな感じで大げさに言うとこういう風に音量を徐々に大きくしたり徐々に小さくしたりみたいな、そういった歌い方をしてると思うんですよね。その歌い方がここの部分のリズム感だったり抑揚につながってるんですよ。いやー素晴らしいですね。次いきますよ。かっこいい。で、ここもじわ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 と音量を上げていって声の迫力を前に持ってきたみたいな歌い方をしてますよね。やっぱりこういうところが素晴らしいですよね。
普通のボーカリストってやっぱりこういった音量で感情を表現するっていう方法はあまり使わないっていうか、日本だと一般的じゃないのかな。ただ演技とかやる方はですね、こういった表現方法を歌に取り入れてやったりするんですよ。前なんかコメントでちらっと教えていただいたような気がするんですけど、スーメタルさんってなんかミュージカルとかやられてるんでしたっけ？間違ってたらごめんなさい。もしミュージカルをやられているんだったら、その経験が生きてるのかなってちょっと思ったんですけど、ぜひね、ベビーメタルファンの先輩方、コメントでその辺教えてください。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですよね。見た目の美しさもあり、歌声の美しさもあり、ほんと素晴らしいと思います。まさに日本が誇る美っていう感じですよね。日本の宝です、スーメタルさんは。次行きますよ。最後にモアメタルさんがアップになる。これはちょっと反則ですね。モアメタルさん推しの僕にとってはちょっとドキッとしてしまいました。で、ここで倍転になるんですね。倍転っていうのは、もうそのままの意味なんです。倍のテンポを省略して倍転ですね。でも僕のこの情報もすごく古いので、今倍転っていうのかちょっとわからないんですけど、ダブルテンポとか言ったりするのかもしれないですけど、僕はね、倍転っていう風に覚えてます。サビで一気に上がる疾走感がめちゃくちゃかっこいいですね。で、そこに対して、スーメタルさん、またリズムの話になるんですけど、普通だったら、ダーダーっていう風にリズムを取るんですよ。でもそうなると、楽曲の楽器体が疾走感を出してるのに対して、歌も疾走感を出してしまうと、すごくこう、忙しいような感じの曲の雰囲気になってしまうんです。だからここで、ボーカルはどういう風にリズムを取るのが正解かっていうと、ターターっていう風に、表のリズムでリズムを取るとですね、忙しい雰囲気がなくなるんですよ。もう一回流すんで、ぜひ皆さんこの表のリズムでリズムを取りながら、スーメタルさんの声を聞いてください。しっくりくると思います。もう一回いきますよ。ほらほら。合いますよね、表のリズム。こういう風にですね、バックの楽器体がどういう風なテンポで歌っているのかに対して、スーメタルさんってリズムの取り方を細かく変えて歌うタイプのボーカリストなんですよね。これ、一般のボイトレでは多分教えてくれないような知識だと思うんですよ。まあ、りょんりょん先生だからここまで細かく教えてくれてるとは思うんですけど、僕が教えてもらったボイストレーナーもね、何人もいて、メジャーで歌っていたっていう方も中にはいたんですけど、誰一人としてこのリズムの取り方の必要性っていうのは教えてくれなかったですね。じゃあ僕どこでこの知識を得たかっていうと、僕の歌ではなくて音楽全般的な師匠がですね、浜崎あゆみさんだったり、安室奈美恵さんのバックでギターを弾いていたり、あと反町隆史さんのデビュー曲、あの楽曲のプロデュースをされている方、その方が僕の音楽全般的なもう師匠っていう風に勝手に僕が思ってるんですけど、その方が教えてくれたんですよ。やっぱり音楽の知識っていうのは楽器をやってる方の方がボーカルよりもはるかにレベルの高い知識持ってるので、そこで教えてもらわなかったらね、僕はこの知識は多分今でも知らなかったと思います。だからそういう風にミュージシャンが知っているような知識までスーメタルさんは知ってるって、これ驚きですね。ほんとすごいです。次行きますよ。いいね。すごいね。最初の狐じゃないっていう歌詞のところ。ここでしっかりと喉をですね、ぐって広げて、みたいな、こういうクラシックみたいな音色を使ってますよね。太い声で歌っているというか。いや、美しいだけじゃなくて、こういったたくましい声までしっかりと表現できる、声質コントロール力がやばいですね。もう一回聞いてみましょう。で、今、一瞬珍しいなって思ったんですけど、ほんの少しだけビブラート使ってましたよね。狐じゃない。ここの部分。
割とフレーズをまっすぐ伸ばす歌い手かなっていうふうに思っていたんですけど、一瞬だけビブラートが入っていて、うわ、珍しいって思って僕はね、聞き逃さなかったですよ。ビブラートは使えるけど、あえて使ってないんですね、スーメタルさんは。でも今のところは多分ね、怪しい雰囲気を表現したくて、あえて一瞬だけビブラートを使ったんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。いや、どんどんスーメタルさんの歌声について知ることができて嬉しいですね。次いきますよ。本当に綺麗に歌いますよね。で、歌詞もものすごくクリアだしね。やっぱ声の通りの良くなる響きをしっかりと使ってるんですよね。鼻の鼻腔共鳴から頭の頭部共鳴って言われる、別名ヘッドボイスって言ったりするんですけど、この辺をうまく使ったミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声。地声と裏声のそれぞれの成分が混ざった声質をチョイスしてスーメタルさん高い声を歌ってるんですけど、もう本当にね、美しい成分が出る声を全部取り入れて歌ってるみたいな、そんな感じの声使ってると思います。ちなみに毎回言うんですけど、ミックスボイスって正式名称はミドルボイスって言います。ただ世の中の多くの方がですね、ミドルボイスの正式名称をミックスボイスだっていう風に勉強してる方が多いんですよね。だから僕もそこに合わせてミックスボイスっていう風に世の中に合わせて説明をするようにしてます。もうね、毎回見てくださってる方はこの話はね、耳にタコかと思うんですけど、一応ね、正確な情報も皆さんに伝えておきたいと思います。もう一回聞いてみましょう。いい声だね、本当に。ハイトーンをミックスで歌えるようになってくると、だいぶ体力的にも余裕が出てくるんですよね。その余裕が出た分を表現力の方に回してあげることもできたりするので、おそらくスーメタルさんはそういうタイプのボーカリストなんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。ほら。今もビブラートしましたよね。このぐらいの短い感じですけど、でも僕が今まで聴いた楽曲がたまたまビブラートを使ってない楽曲だっただけで、曲によってはビブラートを使ってたりすんのかな？この辺もね、ベビーメタルファンの先輩方、ぜひコメントで教えてください。もう一回聴いてみましょう。ほら。なな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 みたいな。一瞬だけちょっと揺れてる箇所があったんですけど、多分ね、これビブラートだと思うんですよね。でもビブラート使った方が雰囲気的には合うメロディーラインですよね。いや、なんかレア感がすごいですね。じゃあ、煽りの部分はですね、ちょっと歌声分析の内容とは違うので、次の歌い出しからいきますね。ただ、全部見てます、僕。煽りの部分がめちゃくちゃかっこいいところとか、あとその後の1、2、3、4っていう風に掛け声をですね、スーメタルさんとモアメタルさんが一緒に言ったんですけど、あそこめちゃくちゃ可愛いんですね。で、その後のソレーのところもね、すごく可愛くて、収録しようかなっていう風にね、ちょっと迷ったんですけど、あくまでね、僕のこのチャンネルの動画は歌声分析動画がメインですので、ただリアクション動画も見てみたいって言ってくださってる方もいたので、そういう方が増えたらですね、リアクション動画を公開してもいいかななんていうふうに思ってるので、もし見てみたいっていう方はですね、コメントで教えてください。じゃあ、いきますよ。あ、いいね。ここに行くんですね。B メロですよね。この可憐な感じがやっぱりね、最高に素敵ですよね。で、照明もちょっとね、赤みがかった感じで、妖艶な感じっていうか、美しさの中に怪しさがあるような雰囲気がたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。素敵すぎる、ここは。本当に B メロ、メロディーもものすごく美しいじゃないですか。だからなおさらスーメタルさんの歌声とルックスの美しさが際立つポイントというか、で、スーメタルさんの横のモアメタルさんとモーメタルさんも座って踊ってる姿がすごく綺麗ですよね。もうここはベビーメタル全体で美しさを表現するポイントなのかな。次いきますよ。
なんかここちょっと歌い方の表現を変えたかなっていうふうに思うんですけど、なんか唇をこう前にこう突き出したような感じの、なんかそういった癖を入れたような歌い方なのかなって思ったんですけど、気のせいかな。もう一回聞いてみますね。ほらほら。後半とか特になんか、ララララララみたいな。幾千の時を超えてここに生きるみたいな。こんな感じのなんか雰囲気を僕は感じるんですけど、でも、スーメタルさんの口の動きは全然こんな口を突き出してる感じじゃなくて、どうやって声出してるんだろうな。あ、今、一人でちょっともう一回確認してみたんですけど、やっぱり口前に出してますね。ここに、みたいな。ここの部分が一番ちょっと口を突き出したような音色を感じたんですけど、やっぱりそうですね。口の形で出た音色でした。この声めちゃくちゃ可愛いですね。それが言いたいがために今ね、確認したんですよ。やっぱり口の形を使っての声質の変化をしっかりと表現するっていうところが素晴らしいですよね。本当に表現力のバリエーションが広いです。スーメタルさんは。次いきますよ。いいね。大サビ前の落ちサビですよね。で、ここでも、ダーター、このリズムの取り方なんですよね。このリズムの取り方で歌うことによって、バックのサウンドのバーン、バーンっていうところのアクセントに対して歌のアクセントもしっかりとこう乗るんですよね。縦のラインが揃うっていうか。だから多分ね、会場で聴いてる方は、ここの音の爆発力、すごく体感できたポイントかなっていうふうに思います。もう一回聴いてみましょう。バーン。かっこいいですね。落ちサビでもテンポだけ落ちていて、音の迫力はそんなに落ちてないですもんね。めちゃくちゃかっこいいですよ。その音の迫力が落ちてない理由としてはさっき言ったバックのサウンドのアクセントの部分と歌のアクセントの部分がしっかりと縦のラインで重なってるからこそ出るこの音圧なんですよね。だからバンド全体でのクオリティもですね、ものすごく高いんですよ。このリズムの縦のラインが揃うっていうのが音楽をやる上での唯一のルールって言ってもいいんですけど、ここがしっかりと揃っていないと逆に迫力が出ないんですよね。で、どのレベルで揃えるかっていうのもすごく大事になってくるんですよ。例えば、ちょっとわかりにくい例えかもしれないんですけど、センチの幅で揃えるか、それともミリの幅で揃えるか、それともミクロンの幅で揃えるか、みたいな。こういったレベルの話なんですよね。で、やっぱりプロでやってるっていう方は、もう本当に細かいそのミクロン単位で揃えるっていう方が多いんですけど、でも超一流になってくると、その縦のラインの揃え方でも癖を作ったりするんですよね。例えば音圧がある中でギターの音でちょっと疾走感を出したいから、ギターの音はちょっと前にいてとか、なんかそういった、もう異次元の会話をするんですよ。プロのミュージシャンたちっていうのは。ちょっとね、ごめんなさい。話が脱線してしまいましたけど、もうなんかそういったレベルでリズムを合わせてますよね。ベビーメタルとバックバンドの皆さんは。本当にもう世界レベルでの超一流だと思います。次行きますよ。かっこいい。かっこいい。このブレイクでの舐めたらいかんぜよ。たまらないですね。いやー、これは痺れますね。めちゃくちゃかっこいいです、メギツネ。もう一回聞いてみましょう。もうかっこよすぎてニヤニヤしちゃいますね。で、今のキツネじゃない、キツネじゃないでまたビブラート入ってましたよね。ここはビブラート入れるポイントなんですね。なるほどね。もしかしたらベビーメタルファンの方でもここビブラート入れてることに気づいてない方もいるかもしれないですからね。まあ、もう 99.9% の皆さんはね、気づいてると思うんですけど、こういう普段やらないポイントを発見すると、なんか嬉しい。僕個人的にね。じゃあ次行きますよ。かわいい。かわいいね。モモメタルさんね。もうみんなかわいいから。もうね、ドキドキしてしまいます、僕は。
あんな可愛いのにものすごいパフォーマンスするってこのギャップにね、多分やられちゃうんですよ、みんな。そう思いませんか？まあそこにね、やられた一人ですけど僕は。で、ここのテンポが一気にこう疾走感ある感じになった瞬間のこのシーンの切り替わった雰囲気、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。力強いのに歌詞が聞き取りやすいってやっぱ最強ですよね。やっぱ力強く歌おうって思うと言葉の発音がちょっとおろそかになったりするプロの方も多い中、両方をしっかりと意識して歌ってるスーメタルさん、本当に器用だなっていうふうに思います。で、やっぱり普段から口を大きく開けて歌うっていう癖づけをしてるんですよね。それがね、簡単なようで実は難しいんですよ。口をあまり開かないで歌った方が、歌い手ってなんか感情を込めれてる気になるんですよね。でもそれはね、大きな間違いで、普段喋る時って、口を結構開いて喋るじゃないですか。で、喋る時に感情をしっかり伝えようと思うと、やっぱり口を大きく開いて歌うんですよ。で、歌でもやっぱりそれと同じことが必要なんですよね。で、僕の中の歌の理想としては、やっぱり歌って会話の延長線上になきゃいけないものだっていうふうに思っているし、僕の生徒さんにはそう伝えていて、やっぱり人って感情を伝えるっていうマックスのところってやっぱ会話だと思うんですよ。だから会話以下のことを歌でやってしまったら感情って伝わるわけがないんですよね。そういうところをしっかりと意識して歌ってるのがスーメタルさんかなっていうふうに僕は思います。むしろ会話以上のことをやって歌ってますよね。だからこそここまで伝わるんだと思うんですけど、本当に素晴らしいボーカリスト。次行きますよ。ほら、すごく声が届いてきますよね。で、さっきの口を大きく開けるっていうところの話の続きなんですけど、やっぱ口を大きく開けた方が声ってよく響くんですよ。いい意味でね。こう豊かに響くっていうか、聞き心地がいいように響くっていうか。それもあってやっぱりね、スーメタルさんの歌声ってすごく魅力的ですよね。もう一回聞いてみましょう。今のところすごくわかりやすかったと思います。ほらほらほら。もうすごく歌詞が聞き取りやすいじゃないですか。やっぱり口を開けているとこういう風に言葉も聞き取りやすいし、声の音色も綺麗なので、それもあってやっぱり言葉の輪郭がはっきりと聞こえるっていうところにつながってくるんですよね。次行きますよ。で、ここでまたハーフテンポになってますよね。ただ、ドラムのアクセントがですね、パン、パンになってるから、ハーフテンポのさらにハーフテンポみたいなリズム感に聞こえるかもしれないんですけど、これね、違うところで、その、パンのこの2個目のパンのところを補ってるんですよ。ドコ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 ってずっと言ってるから、それがハーフテンポのこのリズムの疾走感を表現してるっていうかね、ちょっとごめんなさい、難しい話になったんですけど。で、ここに対してスーメタルさんはどういうリズムで歌ってるかっていうと、ドラムのテンポに合わせたリズムで歌ってます。だからもう変えてないんですよね、リズムの取り方は。テンポが変わっても。その雰囲気の違いをですね、一瞬感じれると思うんですけど、そこね、注目して聞いてみてください。ほらほら。こう、どっしりとした感じに聞こえますよね。これはドラムのリズムパターンとスーメタルさんのリズムパターンがこう一致してる時に出るノリなんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、すごいですね。次行きますよ。いやー、いいね。最後の最後で一番声に気持ちが入ってると思います。普通逆なんですよね。後半になればなるほどやっぱり疲れてくるから気持ちが入りにくくなってくるんですけど、曲の後半に向かうにつれてどんどんこう感情が声に乗ってそれが伝わってくるっていうね。これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。もう最後の最後までスーメタルさんの歌声に没頭できますよね。いや、本当に素晴らしい。せっかくなので最後までね、見ていきましょうかね。
あ、よかった。よかった。よかった。ごめんなさい。まだ歌があったね。最後、これロングトーンなのかな？ごめんなさい。歌い出しからもう一回聞いていきましょう。あ、なるほどね。ロングトーンじゃなくてワンフレーズ歌ったっていう感じですよね。本当に声の芯がこうぐっとしっかりしてますよね。曲の最後の最後なのにこの歌声素晴らしすぎますね。本当に基礎がしっかりしてないと、ここまで芯のある声を曲の終盤で出すことってできないと思うんですけど、いやー素晴らしすぎる。続きいきますよ。かっこいいね。最後はズバッとカットアウトで終わるんですね。いやー、最高すぎました。以上、ベビーメタル、メギツネ、歌声分析はここで終了です。いやー、回を重ねるごとにベビーメタルの魅力にどんどんハマってますね、僕は。そして今回もまたスーメタルさんの歌声の素晴らしさをですね、知ることができました。一体どれだけの声の引き出しを持ってるのかっていう風にね、思ってしまうぐらい、多彩な歌のテクニックだったり表現力を持っていますよね。歌声分析をしていってそういった魅力をね見つけるのが非常に楽しいですね。そしてね、みんな可愛い。本当に可愛い。もうそれだけでも動画を公開する楽しみがねあります僕は。でもね、可愛すぎるからといってもうそれだけ語ってしまう動画にはならないように気をつけていきたいと思います。これからもベビーメタル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。